こんにちは、ポンズです。今日は夫婦カップルのためのアサーションという本をご紹介しますね。著者は野添武義さんで、カップルや家族関係のカウンセリングを長年されてきた専門家です。私、この本を読んだ時に、夫婦ってやっぱり他人同士だからこそ、いろんな葛藤や悩みが起きるのかもしれないけど、そこをどう乗り越えるかで関係って本当に変わるんだな、と深く感じました。実際に読んでみると、夫婦やカップル同士でのコミュニケーションのあり方だけじゃなくて、お互いの心の中にあるいろんな思いにも気づける、そんな内容になっているんです。私としては、これを読むとこういうふうに自分を表現していいんだと前向きになれたり、相手の気持ちにも、なるほど、そういう視点があったんだと気づいたりして、日々のちょっとしたコミュニケーションに役立つヒントがたくさんありましたよ。まずはざっくりどんなのかというところからお話ししますね。タイトルにあるアサーションっていう言葉、聞き慣れない方もいらっしゃるかもしれませんが、これは自分も相手も大切にする自己表現っていう意味なんです。相手を尊重しながら、でも自分の言いたいことや感情もしっかり伝えるっていうコミュニケーションの考え方とスキルがアサーションなんですね。この本では、それを夫婦やカップル同士の関係の中で具体的にどうやって活かしていけばいいのか、さらにそもそも夫婦ってどういう関係なのかというところまで丁寧に解説されています。野添武義さんは家族心理学やカップルセラピーの分野で長年研究と臨床をされてきた方で、夫婦ってどうしてこんなに分かり合えない時があるの？カップルとして問題に直面した時、どう話し合っていいかわからないというような私たちが感じる素朴な疑問に具体例を交えながら答えてくださっているんです。仕事と家庭の両立、家事や育児の分担、それぞれの実家との付き合い方、浮気やセックスレスなど、リアルな事例もたくさん挙げられていて、聞いているだけだと、うちの話なのと思うくらい共通する悩みが出てくる方も多いんじゃないかなと思います。今回の本をざっと読んで、ここが大事だなと感じたポイントを、私なりにいくつかお伝えしたいです。皆さんの夫婦関係やパートナーとの向き合い方にちょっとでも役立てば嬉しいなと思いますし、そんなの興味ないよって方も、なるほど、意外と自分に当てはまるかもって気づける部分もあるかもしれません。ちょっと長くなりますけど、よかったら最後まで聞いてみてくださいね。では早速ですが、私が大事だと感じたポイントをお話しします。1、夫婦は赤の他人同士が一緒になるという当たり前だけど意外と大きなテーマ。2、お互いを認め合うためには自分も相手も大切にする自己表現が必須。3、カップルダンスと呼ばれる悪循環をどう断ち切るかが関係を変える鍵。4、日常のちょっとした工夫や具体的な話し合いのコツがたくさん紹介されている。5、相手を変える前に自分自身を見直すきっかけにもなる。これらのポイントを具体例を交えつつ深めていきたいと思いますね。もちろん全部はお伝えしきれないので、興味が出た方はぜひご自身で手に取って読んでみてください。まず夫婦は赤の他人同士が一緒になるっていうところから、そりゃ結婚する前は他人同士ですし、恋愛期間とか交際期間とかを経てパートナーを選ぶので、それほど驚きはないかもしれませんよね。でも実際に一つ屋根の下で一緒に暮らしてみると、自分でも気づかなかった小さいこだわりとか、育ってきた環境による価値観の差とか、些細な習慣の違いとかがめちゃくちゃ出てきて、ちょっと待って、こんなところまで違うのって感じることがあるんですよね。この本では、どんな夫婦でも大なり小なり異文化間結婚であるという表現をしています。親子とは違って結婚は血のつながりがないわけだし、育ってきた家庭環境も違うし、さらに仕事や友人関係だって互いに違う。なので、全く同じ気持ちや背景を共有しているわけじゃないんですよ。むしろ、一緒になって生活していく中で初めてこういう習慣が当然だと思っていたんだけど、あなたと私は違うんだということを知っていくっていう感じです。そこに実家との絆や子供が生まれた後の役割分担まで絡んでくると、実際に摩擦が起こるのはむしろ自然なことじゃないかって思えるようになります。でも、その摩擦や葛藤が起きるのは悪いことだけじゃなくて、ちゃんと話し合って乗り越えると
夫婦としての絆が深まるチャンスでもあるな、という話が本書にはたくさん出てきます。次に、お互いを認め合うためにアサーションが大切という点について、アサーションってさっきもちょこっと触れましたけど、自分も相手も大切にする自己表現なんですね。日本語だと自己主張って訳す場合もあるんですが、それだと自分の意見を強く押し通すんでしょみたいな誤解が起こるんですよ。でも本当は自分の気持ちや考えを率直に伝えながら、相手の立場や気持ちも尊重して大切にするというスタンスで、お互いが納得できる落としどころを一緒に見つけていくようなイメージなんです。なので、相手にとって耳の痛いことも言わなきゃいけない時があるし、自分が譲らなきゃいけない時もあるし、逆にきちんと自分の意見を言わなきゃいけない時もある。そういう時に、ただ攻撃的になるんじゃなくて、必要以上にへりくだるわけでもなく、でも、自分はこう感じていて、こう考えている。あなたはどう感じているのっていうコミュニケーションを心がけるのがアサーションなんです。これは本当知っているか知らないかで同意違いだなって私も感じます。例えば、私自身、つい相手の機嫌を損ねたくなくて言えないこととか、相手がしんどそうにしてるから、こっちが我慢してしまうってことがあったんです。でもそうすると、結局ある日いきなり爆発しちゃったり、心身が疲れてしまうことがあったんですよね。そういう時にこのアサーションを思い出すと、自分の気持ちはきちんと相手に伝えていいんだ。相手の考えもちゃんと聞く姿勢を持ちながら、自分の希望や気持ちをはっきり言うのは悪いことじゃないんだって思えるようになりました。言い方やタイミングに配慮は必要ですけどね。でもその自分は伝えていいんだという前提を持つだけでも随分変わると思います。このアサーションの詳しいやり方が本書の後半でデスク法っていう具体的なフレームワークを用いて紹介されているので、そちらも参考になりますよ。あと、この本で特に印象的だったのがカップルダンスという考え方です。これは夫婦やカップルがある種の悪循環に陥っている状態をダンスに例えて説明しているんですね。要するに、ちょっとしたきっかけから不満が出るたびに同じようなパターンで喧嘩したり、あるいは逆に何も言わなくなってしまったりして、結果として問題が解決しないままぐるぐる回り続けちゃうってことなんです。例としては、衝突のダンス、距離を取るダンス、追跡者と回避者のダンス、過剰機能と過小機能のダンスなどがあって、夫婦喧嘩の典型パターン、あるいは一方が追い詰めるように話しかけて、他方が黙って逃げるというパターン、どちらかがしっかりしすぎて、相手が何もしなくなるパターンなど、具体的に分類されていました。例えば、追跡者と回避者のダンスだと、妻あるいは夫がもっとちゃんと私の話を聞いてって追いかけると、もう一方はうるさいなぁと逃げたくなり、さらに逃げようとするほど追いかけたくなって、結局どんどんこじれていく、みたいなことがあるわけですね。で、こういう時って、どっちが悪いとか、どっちが正しいというより、そもそもこのダンス自体が二人の関係を悪化させているんですよ、と本書では説明しているんですよ。それを止めるにはどうすればいいのかっていうと、相手を変えようとするんじゃなくて、まず自分のステップを変えることが大切みたいなんです。追う側は少し落ち着いて距離を置きすぎないように、回避する側は一歩踏みとどまって相手の話を聞くとか、今までとは違う行動をしてみるんですね。そうすると、相手のダンスステップも変わらざるを得なくなって、お互いの関係が少しずつ変化していく可能性があるというわけです。ここがすごく面白いところで、本当はどうしても相手が変わってくれればうまくいくのにと思いがちなんだけど、実際にはまず自分が変化しなきゃいけないんだなって納得させられます。ちなみに、この自分が相手をコントロールしようとするのは、アサーションとは正反対のやり方なんですよね。アサーションは自分の気持ちも大切。でも相手の気持ちも同じくらい大切という考え方なので、自分の思い通りに相手を操ろうとするのは全然違うアプローチなんです。むしろ私はこう考えるけど、あなたはどう思うというふうに相手の感情や意見を尊重しながら折り合いを探していく姿勢が大切。そのために、iMessage で伝えるとか、デスク法を活用するとか、具体的な方法が紹介されています。デスクノットっていうのは、D がディスクライブ客観的事実を描写する。
E がエクスプレス、気持ちを率直に表す。S がスペシファイ、具体的な提案をする。C がチューズ、相手の返事を受けて選択するという流れを踏むやり方で、いきなり感情を爆発させるんじゃなくて、そもそも何が問題か、自分はどう感じているか、じゃあこんな解決策はどうみたいに話を整理していくんですね。これは実際やってみると難しいんですが、慣れてくると、論理と感情がどっちもきちんと扱われているなって感じがして、夫婦の会話に安定感が出るんですよね。それから、この本にはいろんな恐怖についても書かれていて、夫婦が親密になることに対する恐怖とか、感情を表現することに対する恐怖とか、そういうのが無意識にあるときに、どう夫婦関係がギクシャクするのかも解説されていました。例えば、自分の弱さを見せるのが怖くて攻撃的になっちゃうとか、相手に拒絶されたくないから全部相手に合わせすぎちゃうとか、どちらも結局は自分の中にある恐れや不安が原因でアサーティブになれないんだよ、という話です。自分の痛みや感情をちゃんと受け止めて、相手に伝えたり、相手の気持ちを想像したりする余裕が大事で、それもアサーションの一部なんだと気づかされます。そして、実際に私がすごくなるほどと思ったのは、ギブアンドテイクのバランスを考えてみようというところでした。夫婦関係ってギブアンドテイクが安定している時にはお互い満足しやすいのに、一方が私はあれもこれもやってるのに、あなたは何も返してくれないと思い始めると、その小さな不満がどんどん大きく膨れ上がりやすいんですよね。しかも自分が与えていることは自分で意識しやすいけど、相手が与えてくれていることには意外と気づかないっていう心理もあるみたいなんです。なので、いつも私ばっかり苦労してるとか、こっちがこれだけしてるのにあっちは一向に感謝しないとか、そう感じてしまうわけですよ。でも、もしかしたら相手にも同じ気持ちがあって、俺私だってこれだけ大変なんだと思っているかもしれない。そのすれ違いがどんどんカップルダンスを生んで、気づけば相手のせいばかりにしてしまう。おそらく、こういう状況に覚えがある方、かなり多いんじゃないですかね。私も、これ、あるあるかも、って笑っちゃいました。だからこそ、お互いに何をどれだけやってあげているのか、やってもらっているのかを、ただの計算ではなくて、ありがとう、嬉しいと言葉で伝え合う習慣を持つこと、これが大切なんだと思います。お互いに相手がやってくれていることを認め合い、いつもありがとうって心から言えると、そこで私ばっかりという不満は少し和らぐんじゃないかなって思います。そういうありがとうを言いやすい関係を育むには、やっぱり普段からのアサーティブなコミュニケーションが土台になるよ、というのが本書のメッセージでもあります。ただし、この本には注意点やデメリットというか、アサーションって言ってもすぐに身につくものじゃないから焦らないでねっていうような話も書かれています。表面的にテクニックだけ真似しようとしても、相手をどうにか丸め込もうという気持ちが透けて見えちゃうとうまくいかないんですよね。大事なのは、自分の本音を大切にしつつ、相手の本音も大切にできるっていう姿勢であって、それはトレーニングや実践を重ねながら少しずつ身につけるもんなんだ、ということです。なので、使ってみたけどうまくいかなかったとか、相手が全然わかってくれないという時は、相手を責める前に、自分は本当にアサーティブな態度が取れていたかな、相手が心を開いてくれる余裕を奪ってなかったかなって振り返ってみるといいかもしれません。夫婦って本当に面倒くさい時もあれば、支え合うとすごく力強いパートナーシップになれる関係でもあると思うんです。この本では、それを大事なものは大体面倒くさいという宮崎俊さんの言葉で表していましたよね。私もほんとそう思います。面倒くさいし、相手を変えるとか相手をコントロールするとかって発想をやめて、まずは自分からちょっとだけ変わってみるということをやってみる。そうするとちょっとずつパートナーの反応が変わったり、お互いが安心して話せる空気が生まれたりして、二人の空気が変わっていくんだ、ということを学べるのがこの本の魅力なんじゃないかなと思いました。では最後に、この本を読んでの総まとめと、皆さんへのメッセージをお伝えして締めたいと思います。ここまで聞いてくださった方は、夫婦、カップルのコミュニケーションって意外と奥が深いんだなと感じてくださったかもしれません。そうなんです。夫婦は他人同士とはいえ、
長い年月を一緒に過ごす特別な関係です。そこで出てくる問題や不満って、実はどの家でも起こりうるもので、誰にでも起こるからこそ大切に考えたいところ。そこに対してこの本は、そもそも夫婦とは、どういう原因で関係がぎくしゃくしてしまうのか、という議会から始まり、何が大事か、どうコミュニケーションを取ればいいか、という具体的なヒントや事例をすごく詳しく教えてくれます。特にアサーションを夫婦関係の中でどう活かすかという切り口で、カップルダンスやギブアンドテイクの視点など、これは明日から使えそうというエッセンスが満載でした。もちろん、読むだけで全てが解決するわけじゃなくて、そこからどう実践していくかが肝心ですし、時には相手の反応や状況によって思うようにいかないこともあると思います。だけど、その都度、私はどう感じている？相手はどう感じている？と問いかけて、一歩一歩自分もパートナーも大切に扱う習慣を作ることで、何年か後には全然違う風通しのいい関係に慣れているかもしれません。そう考えると、ちょっと希望が持てますよね。夫婦イコールマンネリ、カップルイコールすれ違いが増えるみたいなイメージで終わらせずに、そこからどう動けるかを今書から学んでみるといいかなって思います。もし、いや、うちのパートナーは絶対読んでくれない、私だけ読んでも意味あるのかなって考える方がいらっしゃったら、意味ありますと私は断言したいです。さっきも触れたように、関係が変わるには、まず自分が一個ステップを変えるのが大事で、自分が変化すると、相手が変わるきっかけになるんですよね。だから、一人で始めちゃって大丈夫。そこから徐々に相手に働きかけてみると、思いがけない方向に関係が進むことだってあるんじゃないでしょうか。では、今日は夫婦カップルのためのアサーションという本を取り上げてきました。いかがでしたでしょうか？夫婦ってどこにでもドラマがあるし、一つとして同じ組み合わせはないからこそ面白いと思うんですよね。皆さんのご家庭でも、これだけはちょっと譲れないとか、いや、うちだけかと思ったら、みんな似たようなことで悩んでいるんだなとか、いろいろ感じるところがあるんじゃないでしょうか。もし興味があれば、ぜひ読んでみて、実際にアサーションのエッセンスを試してみてください。私もまだまだ実践中ですけど、実際にやってみると、今日はちょっと言い方がきつかったかな。明日は丁寧に伝えてみようという具合に意識できて、結果として相手からも良いレスポンスをもらえたりするんですよ。これからもこんな感じで教養になる本を紹介していきますので、よかったらチャンネル登録をお願いします。また紹介してほしい本があればコメントで教えてください。では、ポンズでした。また次回の動画でお会いしましょうね。